こんにちはったらこんにちは。出雲です。ちょっと勢いで Amazon で一番安い燻製機をポチってしまいました。なんか前から一度やってみたかったんですよね。やってみたいけど、ちょっと敷居が高いなと思っていたそこのあなた。意外と簡単で美味しかったので、よかったら見てやってください。で、買ったのはこれです。2527円。いろんなメーカーからよく似た商品が出てますが、これが一番安かったですね。それでは開封から見てください。パッケージはこんな感じ。早速開けてみます。中身は意外としっかりしていて重量感がありました。割とちゃんとした説明書が入っていますが、本体は台湾製らしいです。開いてみましょう。これはスモークチップを入れるお皿。では本体を立ててみます。意外としっかりしてます。もっとペラペラかと思ってました。これは天板なのでここにははまりません。ちゃんと説明書を見ましょう。そこにはめる網はこちらです。うまくはまりません。向きが逆だったみたいです。網を溝にはめ込む形で固定していきます。一番底はチップを乗せるので、食材を入れられるのは上の2段ということになります。組み上がるとこんな感じ。ついてきた木製の取っ手をネジで固定。扉の方には開閉用の金具がついていて、これが回って扉が固定されます。天板を取って扉を開けてますが、本当は天板を乗せたまま扉の開閉は可能です。これがチップを入れるお皿です。一番底に入れます。ダイソーのマイクロストーブに乗せてみましょう。これもダイソーで買ってきたトレイ用の底敷き網です。これを乗せて、その上に燻製機を乗せます。ちょっと怖いですが、なんとか大丈夫そう。扉を開閉させるとこんな感じ。燻製が楽しみですね。それでは実際の燻製をやります。まずは火を起こすところから。いつものようにこれもダイソーで買ってきたアルコールストーブで真下に火をつけます。ウィンドシールドを立てて、数分で炭に火がつきました。改めて炭を並べて、こっちは OK。いよいよ燻製機を乗せてみます。
これもダイソーの15センチ角の網にアルミホイルを巻いて適当に穴を開けました。これまたダイソーで買ってきた桜の木のチップです。本当にダイソーばっかりです。下のお皿に半分ほど開けて適当に広げました。一番下の段にセット。どうも火力が足りないようなので炭を追加。初めてなのでこの辺は試行錯誤ですね。ちょっと煙が出たので収まるのを待って燻製機をセットします。食材を入れてセット直後の様子。チーズとウインナーとゆで卵を入れました。本を読みながらだらだら待ちます。気がつくと燻製機から煙が上がってきてました。いい感じです。中はこんな感じ。チーズも微妙に溶けてますね。下の段も見てみました。卵も色がついています。煙が出なくなるまで5分ほど待ちました。そーっと燻製機を火から下ろして燻製作業は終了です。台所に持ってきました。出来栄えはどうでしょう。チーズは大人の味でお酒のおつまみには良さそうです。あいにくうちではお酒は飲みませんが。ウインナーはパリパリジューシー。鉄板で美味しかったです。ゆで卵は娘ちゃんが気に入ったみたいで僕の口には入りませんでした。スペースはあったので2個入れとけばよかったです。これが塩後のチップ。捨てちゃいましたが次の焚き付けに使えばよかったですね。火加減とかコツは分かった気がするのでまたチャレンジしたいです。次は何を燻製しましょうかね。で、後片付けなんですけど、木の取っ手をつけちゃうと元の箱には収まりません。特に入れ物もついてこないので何か収納手段を用意する必要があります。なんか袋を用意しようと思ったのですが、とりあえずこんな風に箱を切ってしまうことにしました。いずれ何か入れ物を考えようと思います。というわけで Amazon で一番安かった燻製機とダイソーの1000円マイクロストーブ、スモークチップもダイソーで買ってきて初めての燻製をやってみました。そこまで手間でもないので新たな素材でまたやってみたいと思います。本当言うとカセットコンロとかでやるのが一番簡単なんじゃないかと思います。火加減の調整も簡単ですしね。とりあえず燻製を試してみたいという方は多分そちらがおすすめです。ではここまでご視聴ありがとうございました。この動画面白かったと思われましたらぜひ高評価ボタンお願いします。このチャンネルは基本的に電子工作をやってますが、たまにこんなアウトドア系のコンテンツもあります。また見てみたいなと思われましたらチャンネル登録もぜひお願いします。次は多分プログラミング教室をやります。ではまた次回よろしくお願いします。